沢渡です。今日は1枚のイラストを完成させるまでの試行錯誤の過程をリアルタイムで記録します。皆さんはこんな経験ありませんか？イラストを描き始めたけど途中で詰まってしまう、完成までの道筋が見えなくて途中で諦めてしまう、完成させられる人がどうやって描いているのか知りたい、こういった悩みよくわかります。今日の動画はその解決のヒントになります。というのも、絵を完成させるためのイメージをつかむにはその過程で絵描きがどんなことを考えているかを知ることが大切だからです。完成品だけを見てもどうやって描いたのかわからないんです。そこで今日はリアルタイムで制作過程を記録し、思考プロセスを全て公開します。ああでもないこうでもないと試行錯誤する様子も失敗して書き直す様子も全て記録します。実際の制作過程をそのまま記録しているので、リアルな試行錯誤の様子を見ることができます。それでは早速始めていきましょう。今日はサムネイルのイラストを描きます。画面右側にいるキャラクターは私のオリジナルキャラクターです。こいつを画面のこの辺りに配置してこの辺りに描くっていうのをやっていきます。で、動画テーマは絵を描かない日に上達する意外な時間の使い方です。多分この動画が投稿される頃にはすでに投稿されているはずです。私は先にサムネイルに表示させるテキストを決めて、それからキャラクターを描くという順番でサムネイルを作成しています。ここでは書かない日に〇〇すると絵が上達しますっていう、いかにも YouTube っぽいテキストにしてます。絵描くよりもどんなテキストを表示させるかの方が優先度が高いと考えているからこういった順番にしているんですけど、いい絵が描けた時は動画のクリック率も高い気がしているので、そのうちこの順番は変えるかもしれないです。それでどんなイラストを描くかいつものように全然決めてないので、どんなポーズや表情にするか迷ってます。割と行き当たりばったりで絵を描く時も多いんですよね。そろそろどんな絵を描くかやり方決めた方がいいよなって思ってて、人間ってルールや制限があった方が創造的になるものだと言われています。完全な自由だと逆にどうしていいかわからなくなって何もできなくなってしまいがちなんですよね。ということでだいたいこんな感じの絵にするというルールを決めてきました。で、こういった何か解決します的な動画だと驚くかドヤ顔にします。ポーズは適当でいいです。どうせ結局バストアップで描くしかないんで、そんなにポーズ凝ってもしょうがないよなーって思うんですよね、今のところ。ということでラフを描いていきます。そうだ、僕左利きなんですけど、左向きの顔を描く方が得意なんで左右反転して描いていきます。左利きの人はこういう右向きの顔の方が得意って言われがちなんですけど、僕はあんまり右向きがなぜか得意ではないので、割と左右反転してます。昔ほど別に苦手っていうわけじゃないんですけど、なんとなくずっと左向きで描いてるんですよね。今の自分のやり方だとまず図形を描いて、それを元に彫刻で削り出すようなイメージで顔を描いていくんで、そんなに感覚に頼らないんで、右向きの顔だと絶対に変になるみたいなことはないんですけどね。こんな感じでいっか。ちょっとだけ煽りっぽい感じ。ちょっと今回は驚いてる感じにすっか。なんかちょっと文字でけえかな。やや迷うとこではあるけど、絵をでかくするのか文字をでかくするのかどっちがいいのかって結構迷うんだよな。割とよくある YouTube の動画とかだと文字をめちゃめちゃでかくするっていうのが多いんですよね、こういう How to 系だと。だけど自分が思ってたより視聴者さんって絵を見てるとこがあるような気がするから、顔をもっとでかくした方がいいのかなとも思うんですよね。こういうのも動画投稿するたびにちょこちょこ変えていって、なんかどれが反応いいかみたいなのをテストしていくっていう感じのことはちょこちょこやっております。なんかちょっと背景が邪魔でちょっと見づらいので下に色を置いていきます。割とこういうことやってる人多いと思うけど、でこうやってやっていく理由は背景が重なって見づらくなるっていうだけじゃなくて、こうやって色を置いて線の中のスペースを明らかにすることによってモチーフが立体的に見えやすくなる、ものとして見えやすくなるっていうようなメリットがある。だから割とこういうのやってる人多いと思う。よくある手ですね。目でかくしようかな。驚いてる表情だからこんな感じ。驚いてる表情って眉毛こんな感じになるのかな。こんな感じ。もうちょっと顔でかくすっか。表情をやっぱアピールした方がいいよな、多分。知らんけど。今回は表情をもうちょっと見せたいから、特にポーズとかも撮らせないでいいやって思うし。こんな感じ。なんかよくあるよね、こういうやつ。今は動画撮ることに意識向いてるから割と適当に決めていってる気がする。これとかもうね、目の描き方以外は手癖ですね。手の赴くままに描いていく。目はね、最近描き方変えたんですよ。
よし。まあ、こんな感じか。もうちょっとだけ小さくするか。今思ったけど、その文字とキャラクターが被っちゃうと、なんかちょっとあんまり良くない気がするから、キャラクターと文字の間は少しだけスペースが空くようにはちょっとしたい。下が被っちゃうのはもうしょうがないと思うんだけど、こっち側がなんかキャラクターと被っちゃうのはあんまりなんか良くない気がする。まあこんな感じですね。こんな感じでいいんじゃない？はい。で、驚く表情っていうのは僕、実はあんまり書いた記憶ないんで、これで合ってるのがよくわかんないです。ということで、資料を探してみます。あ、そうだ。これ見てる人はもしかしたら最初に資料を探すんじゃないのって思ったかもしれないけど、僕は割と資料は後から探すことも多いです。なんでかって言ったら、資料ってあくまで自分が書きたいものの品質を上げるために使うのであって、資料を先に見つけたらそっちのイメージに引っ張られて、資料をそのまま書いちゃうっていうことがね、一番嫌だから。昔はそういう資料をそっくりに書いてしまうっていうような、てか資料そっくりにしか書けないみたいな時もあったんですけど、それはなんか良くないよね。まああと常識的に考えて自分が書きたいものとぴったり合う構図だったりアングルだったりポーズや表情の資料がないと書けないっていうのは、絵描きとしてだいぶ苦しいしね。あと資料を見ながら書くっていうのは実はあんまり勉強法としてはねよろしくないんですよ。なんでかって言ったら、人間の記憶って物事を覚えるため学ぶためには知識とかを必ず思い出すっていう工程が必要になるんですよ。そうしないと記憶に残らないんですよね。でその点資料を横に置きながら書くと、確かに作品の品質は少し上がるかもしれないけど、それによって、絵が上達するみたいなことはないってことですね、ぶっちゃけ。要するに思い出すっていうような行為を伴わない学習っていうのは意味ない。どんだけ資料を見て書いてなんで上手くならないのってなってる人は、その思い出すっていうことが足りてないからの可能性が高い。じゃあどうすればいいのかって言ったら、自分で何も見ずに再現するっていうことが大事。自分で再現してみて自分の再現の仕方が合ってたかっていうのを確認したら、間違ってたって気づけたら、それはそれで記憶に残る。こういうそれも脳科学的には正しいらしいんだけど、資料から何を学ぶかっていうと、特徴を学んでそれを自分の絵に生かすっていうのが王道だと思うんですよ。その特徴とかを自分で抜き出したりせずにそのまま使ったら、その資料の劣化版にしかならないと思うんですよ。なんか昔の人が資料を見るなみたいなこと言ってたらしいけど、最近はなんか逆に資料をよく見ろよく見ろって言うけど、資料をその横に置いてそれを書き写すっていう書き方は僕はあんまり良くないんじゃないかなってちょっと疑問がありますね。横に置いて書きながらじゃなくて資料を揃えた上で特徴をちゃんと抜き出してそれを使ってちゃんと書きましょうねみたいな意図だったらいいんだけど、単に横に置いて見ながら書きましょうっていうのだとあんまり画力向上にはつながんないと思う。資料を自分なりに解釈して使うっていう意識が僕は大切だと思ってます。目は多分ちょっと横長の方がいいんだろうな。であと瞳孔が開いてる感じで、ちょっとだけ下まぶたを強調する、こんな感じかな。で眉は僕最初こんな感じになってるのかと思ったら、割となんか垂れ眉みたいな描き方が結構多いっぽい。驚くのって。はい、ちょっと改善してみた。でも別に一回こういうの調べたらすぐうまくいくかっていうとそんなことはないので、あと僕の手持ちの資料の中で驚きの表情っていうのがあんまりない。あと驚きの表情ってなんかちょっとなんかのけぞってる感じしない？イメージ的にみたいな。さっきの資料の話だけど、資料はもちろんないよりあった方がいいんだろうけど、資料さえあれば何でもいいっていうわけではないんじゃないのっていうだけの話ですよ。ちょっと資料否定派みたいなわけではないので、あしからず絵描きながら思いつきで喋ってるだけなんで、普段みたいに脚本準備して話すことをあらかじめ決めて喋ってるわけではないんで。ちょっと良くなったんじゃない？でちょっとアングルとかポーズちょっと変えたから3分割法の交差点とちょっとずれちゃったので今直しました。10月から週1投稿を頑張ろうって決めてやってるんですけど、そしたら毎週1本動画作るわけで、
みんな気づいてるかどうかちょっと分かんないんですけど、僕ってサムネイル用のイラストって毎回1枚描いてるんですよ。だから週に1枚サムネイル用に絵描かないといけなくなっちゃって、それが一番しんどいかもしれない。昔は結構1枚完成させるのに何週間もかけたりとか、1ヶ月2ヶ月とかかけたりしてたんで、こんな1日とか2日とかで描いた絵のクオリティとか本当にもう見てられないようなひどいもんだったから、何年か前だったらこんなことできなかっただろうなとは思いますね。顔はこんな感じでいいんじゃないの？もう。で、今、あれですね、髪の毛の膨らみの今、当たりを取りました。円ですね。バイザーとかじゃなくて、これは髪の毛の当たり。で、これも、参考資料とか見ながら気づいたんですけど、頭部って球じゃないですか。で、その球に従って、こうやって垂れてくるもんなんで、膨らみの部分のラインを、揃えてあげたら、僕に従って、髪の毛が生えてるように見えるんじゃないかって思って、でそこからこうやってとりあえずこの膨らみのラインっていうのを揃えるようにしてみてます。普段の動画と違いすぎて視聴者さんがドン引きしてるかもしれないけど、毎週金曜日にお悩み相談的なライブ配信やってるんですけど、そこでは割とこんな感じで喋っております。一応動画ではお行儀よくしております。文字で隠れるから、もうあんまり服とか今回書く必要あんまないから、ざっともう適当にこういうところはもうごまかしで済ませてしまいます。なんか動き硬いな。なんか髪の毛だけでもいいからもうちょっと動き出すか。こんな感じで。なんか縦と横の線しかない絵ってなんか動きが硬いんだよね、多分。斜め線になってる方が動きが出る気がする。こんな感じでね。前髪もうちょっと遊ばせるか。下顎のこの線をあんまり描かない方がいいかもな。こんな感じで繋いじゃうと頭部と首が別のオブジェクトみたいに見えるかもしんない。なんか最近ちょっと考えてるんですけど、髪の毛とかもあえてこうやって線をこうやって繋げるんじゃなくて途切れさせてる感じの絵っていうのを見るんですけど、それの意図って多分線で閉じられてしまうとこっちとこっちが別々のモチーフに見えてしまうっていうのがあるんじゃないかなって最近ちょっと思ってて、そういうのもあってちょっと最近はあえて線が途切れさせてみるみたいなのもやってみてます。やっぱ途切れさせた方がなんか見栄えがいいような気がするんですよね。なんか頭のあたりがちょっと違和感あるけど、こういうのって時間空けてみないと分かんなかったり自分で気づけなかったりするんで、一旦ラフはここまでってことにしようかな。はい、お疲れ様です。仕事が終わって風呂入ったんでラフの続きをやっていきます。昨日はちょっと頭の形が違和感あるっていうところで終わったんですけど、原因としてはやっぱり頭の形ですね。後頭部に向かってこう膨らんでるような形がせいだと思うんですが、全体的にこう膨らんでるんだよね。下の膨らみがちょっと下の方なんだよね。ここが多分違和感の原因なんだと思います。調査にあたって顔の模写とかをしてて気づいたんですけど、こう多分目と目の間がもうちょっと広い方がいいと思うので、そこも直していきます。そうだ、修正する前に前より悪くなった時に戻せるようにレイヤーは複製しておきます。バックアップですね。一から当たりを取り直した時あるあるだけど、原型がないねんな。良くなってんだったらいいかもしんないけど、こういう回数が増えれば増えるほど制作時間増えていくんで、週1投稿が苦しくなっていくっていう感じですね。はい、こんな感じ。じゃあ色を置いていきます。もしかしたら色どっから取ってきてんだよって思われたかもしれないんですけど、毎回色選ぶの大変なんで、僕はこれですね、前に描いたイラストからスポイトしてとりあえずお試しで色を置いて後から調整するみたいな感じで、前に描いた絵の色をスポイトして、そんで、後から必要だったら色を調整するっていう感じで時短しております。ちょっと書き直したんでまた配置を整えました。3分割法の交点に顔が来るようにしております。目がちょっとなんか位置がおかしいな。こんなに寄せなくていい。なんか前回の方がよくね。いくらラフとはいえ、なんかちょっと前回の方がいいような気がすんな。鼻か？もしかして。鼻あんまり描かない方がいい？もしかして。確かにね。
鼻をあんまり描かないようにしてちょっとだけ影を乗せるぐらいにしとくか。こっちの方がいいような気がする。なんでこんなにあれなんだろう。右側の絵の方が明暗の差が大きく見えるんだろう。なんでだ。背景さ、色どっちがいいかな。最近一番伸びた時のサムネイルの背景がこっちの色なのよ。それよりも伸びなかったやつがさっきの青い背景。どっちがいいんだろうな。せっかく目の描き方変えたのに元に戻ってる気がするんだよな。目の描き方せっかく変えるって決めたんだから、いいんじゃない。だいぶ描き方変わった。やっぱ無意識にやっぱ目手癖に戻ってた。まあいいや。なんかちょっとパンチが足んねえような気もするけど、まあいいや。投稿予定日明日だしね、一応。はい、じゃあ、一旦飯食うか。3日目です。昨日の撮影後、酒飲みながらちまちま修正してました。よく考えたら驚きの表情なら漫画が参考になるんじゃないかということで、生徒会にも穴はあるっていう漫画を参考に表情を描き直しました。で、昨日の終わりの段階がこんな感じだったと思うんですが、そっから描き直しで、なんか表情がちげえなと思って書き直し、そんで、自分だけでここまで書いて、それで生徒会にも穴はあるの表情を参考にして書き直して、で鼻の位置に違和感があったんですよね。こう鼻の位置がもうちょっと奥なんじゃねえのとか思ってちょっと直してたんですけど、でいろいろ直して、これそもそも鼻から奥側の輪郭が膨らみすぎだっていう風に気づきました。で直したと。だから奥側の目とかフェイズラインとの関係性がおかしいから鼻がおかしいっていう風に感じてたっぽい。あと背景の色がこっちの黄土色っぽいやつよりも青っぽいやつの方が顔がなんか綺麗に映るような気がしたんでこっちにしました。で、ほぼ見えないけど服描き直して、そんで、よくよく考えたら奥側の顔はもっと圧縮されて鼻と目はかなりもっと近いはずっていう風に考えて描き直して、はい、こんな感じで。そもそもなんで奥側の顔が膨らみすぎてたかっていうと、そもそもこの当たりとして使ってたこの図形の形が間違ってたからで、これは気づきとしてメモに残しておきました。でラフが大体できたので満足しておりますと。でいつも動画の背景として流しているタイムラプスは、大体ここから録画してたもんですね。ここまでは試行錯誤で行ったり戻ったりみたいな感じだったんで、タイムラプスは淡々と完成していくように見せたかったんで、試行錯誤のところのタイムラプスは撮らないようにしてましたというような裏話でした。であとはもう書くだけなんですよね。もうあんまり迷うとこないです。皆さんはもしかしたらラフのことただの落書きみたいに思ってる人もいるかもしれないんですけど、作品の完成度ってラフの段階で7割方ぐらいは多分決まってると思うんですよ。ラフが雑とか出来が悪い状態でいくら線画とか塗りとか頑張ってもそんなに作品としての質は上がんないと思うんですよ。経験上はそんな感じです。ラフはただのこの荒っぽい落書きじゃなくて、いわば絵の設計図なわけです。プログラミングの世界では、完成品の出来は設計の質を超えられないみたいな格言があるらしい。設計っていうのは文字通りどうやってプログラムを作るかっていう設計図みたいなもんです。それと同じで、このラフっていう色とか形とか線とかね、こういうそれぞれの設計図が狂ってると、そこから先どんだけ丁寧に書いていったからといってクオリティは上がんないですと。そんな感じでございます。はい、というわけで、ここからタイムラプス撮ってきます。はい、線ができました。時間なかったんで、もう服とかはもうマジ適当、文字でほぼ隠れるからいいんですけどね。あとちょっと首が長かったかもしんねえね。線が書いた後だと直すの大変でしょ。だからラフで完成度はだいぶ決まってしまうんですよね。塗りは特に何も喋ることがなかったのでもう完成です。今回は奥側の顔の形が膨らみすぎていたので、当たりの図形を修正する必要があるという気づきが得られたのが一番の収穫でした。顔の形の取り方には自信があったので、改善点が見つかったのはかなり良かったと思います。それと今回こうやって録画してみて、それを後から見返してみると自分の絵の作り方を客観的に理解できたのも良かったです。メタ認知的な視点からの振り返りです。10年ぐらい前に50人対50人の二陣営に分かれて戦う大人気ガンダムゲームの実況動画を作っていたことがあるんですけど、その時も
自分のプレイを編集中に振り返ることが一番上達の役に立ったことを思い出しました。ゲームでもお絵描きでも振り返ることは重要なんだなと感じました。今回はこれまでにないような新企画だったので、ほとんど再生されないかもしれないんですけど、その場合次の動画はないかもしれませんが、こういった取り組みは続けていきたいと思います。それでは今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。